完全にクリエイティブファースト、クオリティファースト、アーティストファーストを体現しているチーム C の今回の曲はなんかザ・ファーストそのものと言っても過言ではないかもしれない。立って歌いましょう。立って歌いましょう。そうかな。あんまり今集落とかのイメージはしない方がいいと思う。風がブロー前までさらそうがいか。これまた一人もなってる。これに型にはめないといけないみたいな感じになっちゃってる。それ大事人の話聞いて。その話聞いて。型にはまってるからリラックスして。いや、絞られてるから15人の中で今回は3人落とされてやばいなって思って焦ってめちゃくちゃ怖かったですね。あとケース。あとスピーカー。焦っちゃってる。いいんじゃないかな。時間は。チームメイトの感情のコントロールがめちゃめちゃ大変でしたけど、また足並み揃えて5人でゆっくりやっていきたいな。焦らずに、ゆっくりというよりかは焦らずに。ほらスマイル、悲しい時だってあるけど It's alright。 確かにここ2人で割ってもいいかもしれない。いや、わかんないけどパフォーマンスとして、何が素晴らしいかっていうのを、それこそ、大輝も13歳だけどルイも13歳ではあるから、果たして本当に気遅れなく発言できるかっていうのは、特に年長者でクリエイティブ的にもリーダーシップ取ってる翔太が考えて組んであげてほしいし、これでいいやでやるとちょっと危ないとこなので、一回ちょっと翔太以外一回ちょっと部屋使わせてもらってもいいですか。わかりました。あ、はい。失礼します。失礼しました。失礼します。一回ちょっとそういうクリエーションの話ちょっと一回しっかりやろうか。ちょっと今よしちょっと来てもらってもいい？あ、はい。隠れるんですよね。こっちですか？あ、違う。待って、ケーキどんな？奥じゃなくて、一回来ちゃったね。どんな感じしようのこれ？なんか演技わからないですよ。演技まず。違う。僕使わない絶対バレないよ。これとそうだ。いや、これテイクどういうこと？その時してでもしょうがないからいいよ、そっち座って。いや、だるマジで。じゃあ、はい、撮ってますか？初めての2人の共同作業でございます。どうぞ。もう行っちゃってんだよ。今日はいろいろありすぎて、こんな誕生日を味わったことがもちろんありませんし、こんな下から上まで感情を振り回される一日も初めてでした。大派手なドッキリでしたね。めちゃめちゃうまい。楽しかったし、
僕自身も何も知らされずになんかね部屋を退出させられてで食堂行ってみたいな感じだったんでちょっとびっくりしたのもあったんですけど、すごい幸せそうな翔太君の顔を見れて僕はすごい嬉しかったです。じゃあいくよ、せーの。我慢10、9、8、7、6、5、4、3早け伸びためっちゃ伸びたっしょ2、3、4ダメじゃん、ストップスター好きや見てするんだよ俺体だからめっちゃ言ってたの今ね。ヨーロの時はやっぱ前行って座ってるやつがいたり、その後に俺のその復興割ぐらいの時に、そのディス誰が僕のペン知ってますか？悩んでおりますね。絶賛悩んでいる。自分の中の意識がやっぱメンバーのみんなを気遣う方にちょっと傾きすぎちゃってる。それがなんかクリエイティブなのかなと。そうだね。ここをあえてしっかりダンス&ボーカルで見せたいから、そのちゃんと最近聞いてる？僕自身思ってたのがすごいグループの中での、5人の熱量の差が結構あったかなと思ったので、集中するところは集中しようって言いました。いろいろ話し合おうかなって一回ちょっとだけね。そういうのを5人で全員で共有したいから、1個目はなんか割と気が抜けてる瞬間がちょっと多いから、そこをちょっと引き締めたいのと、もうちょいプロ意識っていうか、オーディションにどういう気持ちで臨んでるかなっていうのをもう一回見直した方がいいんじゃないかなっていうのをさっき俊太と喋ってて、もう一回考え直してほしいのは、この合宿でデビューがかかってるっていうことで、そこの熱量がやっぱチーム内だけでもバラバラになるだけで、やっぱチームとしての一体感とかもなくなってきちゃうから、そこがちょっとあるかなっていうふうに、大輝が特にちょっと自分にこうなっちゃうから、ずっとその出来上がったリリックを歌い込むのはめっちゃいいことだけど、今クリエイティブってなってるとそれをどんどん変えれなくなっていっちゃうから、固めすぎると、あるいはちょっと脱線してふざける場面がちょっと多かったりもしたから、そういうとことか、まだ一人でやってきたから、そこに慣れてない部分があって、すごい一人にこう言っちゃうけど、やっぱチームで結局やることないから周りのことをそうだね。そうだから俺も多分ふざけたりしてたから、確かにそうだね。場をそれはふざけてるふざけてやるときはちゃんとやるか。ちゃんとそうで、そのふざけてる時もその忘れないようにっていうのは、基本的にやっぱずっと意識は切らさない方がいいかな。なんか油断してる瞬間が多ければ多いほど実力に差がきっと出てきちゃうし、ふざけたとことか話が変わったりとかそういうことをしてなかなか前に進めないから、ちゃんとしてそういうことを翔太君が言っていて、今日のチームワークもすごく高まってて、すごく充実した生活を送れてすごく嬉しいです。ちょっとやばいやわーって感じでしたね。だけどそれを乗り越えることに意味があると思うんで、怒られても頑張ります。みんなが安心して本番に挑めるように、僕自身も、翔太くんばっかが結構基本喋ってるので、それとか支えられたらなとは思います。チーム C は一番個性がバラバラな人が多いところだと思います。翔太以外は全員10代なので、しかもローティーンを含む未経験者を含むっていう形なので、ただ3次審査段階で圧倒的な個性を出している方が多いので、登る山の見極めさえ間違えなければものすごいカラフルな楽曲が生まれると思うし、正直一番期待しているのもチーム C です。まとめるのがとても上手だということがいい部分だとすると、まとめる時に自分のカラーがやはり消えてしまうっていうのがネックでもあるなと思ったので、3次審査の時以上にきっとまとめるのが大変であろうチームを一体どういうふうにまとめていくのかなというふうな思いで、唯一そういう意味では最初の段階からもう
こうリーダーが周知というかね、キャリア的にも年齢的にもまあおそらく翔太君がリーダーだよねってきっとみんなが思っていると思うんだけど、なので翔太はいろんな人のアイディアを引き出す心が求められると思うし、その中で自分がちゃんと存在を発揮できるかっていうアーティシズムが求められると思うし、非常に難しい役回りだなと思います。エンジンっぽいやつ。 Okay, everybody. OK、俺はお前。レゴレゴ。 Let's 言ったら GO ね。 OK Let's GO！ 全体的には結構まとまってるというか、その止まるところがしっかり止まれてるから、るいちゃん逆で止まるところが少ない、あとちょっと動きちっちゃいかな。少しぎこちない動きのところ、この後の蹴るところ。俊太君、俺は俊太君はいいと思うんだけど、こういう抜くところもっと後でいくなんかこれどこかをゆらゆらしてる、表し方あんま抜けきれてない感があると、ずっとダンスとか歌のことを考えれるっていう生活すごく充実してて、もう今めっちゃ幸せです。でも、気を緩めずに日々見られてると思って生活することも大事だけど、もっとダンスの時とかでも人の話をよく聞いてちゃんと理解して行動に移すっていうことをしっかりとしたいなと思っています。同時にね、直樹、今緊張しちゃったじゃない、緊張するとこんなに自分が体が固まるんだっていうことを覚えといて。はい。そう、レイコまばたきが多いよ。まばたきが多いってことは頭で考えてるの。すごくこれで合ってるのかな、大丈夫かな、俺間違ってないかなって考えてるの。すごくね、自信のねなさがね目に出ちゃうよ。まばたきをしない。はい。しっかり目を開けて。あ、やべえ。分かってるよ、レイコ。大丈夫大丈夫。この合宿が終わる頃にはめちゃくちゃいい男になってるから。で、その原石なんだから、あなたは。まざられちゃった。人向きにね、頑張ってる姿をみんなが見てるよ。大丈夫大丈夫、分かってる分かってる。技術的に大丈夫かなってずっと心配になってたんで、音楽やって体を動かして声を出してっていう歌とダンスが楽しいことからなんかこう楽しくないことになってしまってたのをこうアドバイスもらってこう自分で気づいて、もう本当はこのオーディション受かりたいなって気持ち強いのになんか受からなくてもなみたいな感じになってて、だからもっと
楽しみたいなって思いました。曇り空に wake up、水たまりに桜、反射するマイムード、昨晩の憂鬱に頭抱えてる。Wanna smile 悲しい時だってあるけど It's alright Don't you worry 前向いてほらいけるよ Up and down 僕らの毎日を照らす Sunshineめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃいいでしょ。めちゃくちゃ良くないですか。マジでいいな。めっちゃいいでしょ。めちゃくちゃ好きなんですけど俺これ。変わった構成で。レイちゃんとかが爆発的なメロディーライン出したり、一人だけ自分が全くそういう経験をしたことがないっていうので気遅れしたいかなと思ったら全くそんな素振りもなく、で実際歌うことになったら自分の声で一気に彼のバースにするじゃない。僕もやっぱ一発目バッと聞いて、なんていうんですかね、本当にびっくりしちゃったというか、なんか最高じゃんってなっちゃった。さあスマイル。あ、そうそうそう。おお。いいリアクション。最高のリアクション。はい。Let's get it。チーム C は一人レイちゃんが気にせず。中間発表の直前に病院行かないといけなくなった時に同じチームメイトの子に申し訳ないなって気持ちになったのと悔しいなっていう気持ちがありました。お願いします。お願いします。お願いします。曇り空に wake up、水たまりに桜、反射するまま昨晩の憂鬱にヘッド抱えて Up and down 僕らの毎日を照らす Sunshine本当にこのチームの何が素晴らしいってで俺はこの後どこでラップすればいいんだっけっていう気持ちにさせてくれる感情をそのままなんか目に見えるもの耳に聞こえるものにしたのが音楽だと思うんだけど、それを感じるのがやっぱりこのチームの素晴らしさだと思うし、レイちゃんいる状態でやっぱ見たいので楽しみにしてます。はい、マットとマッツどうでしたか。 C チームもプリプロの時やっぱり音楽のセンスとこの子たち本当に音楽が好きだねとすごい僕には伝わりました。自分の中の気持ちとかをすごくみんな意識できてて、そこが素晴らしかったです。ありがとうございます。大丈夫？寒くないですか？はい、大丈夫です。失礼します。いっぱいいっぱいそれなんか。いや急になんか。いやちょっと。いや、この安心感なのか悔しさなのかわかんないです。なんかチームを考えすぎて全然自分が出せないですね。いや、ちょっと岡田さん個人的に若干ちょっと勝手に涙が出てきた。いやめっちゃ重たいですね。なんか重たかったのにやっと気づいたみたいな感じかもしれないです。
いや全然自分大丈夫だと思ってたんですけど、気持ち的にも。まあようあんなチームまとめてくれたよ。いや大丈夫だと思ってたんですけど、全然自分メンタルは弱くないと思ってたんで。クオリティが高いのを見せることにすぎないから、すごいお疲れ様です。ようおかえり。いやなんでもない。違うんだよ。違うんだよ。じゃあだと思ったよ。違う、君たちに何もないんだよ俺は。いいんだよって。じゃあみんな大じゃあ丈夫。俺はね分かってた。違う。じゃあ一人で抱え込んでたでしょ。いや抱えてはないよ。抱えてるという認識はなかったけど、俺の中ではね楽しくやってたよ。それはまとめるのも全然楽しいが好きだからいいんだけど。本番までに。いやそう大丈夫。ちょ一緒にね。まだ中間発表だから。違う、緩んじゃったからだけ個人的に。全然大丈夫。全然いい。いや、まあやっとできたって安心感もあるし、ね。そうですね。俺はそこがちょっと今だから良かったですね。それが後々になってくるだけ怖いんで。よかった今のうち良かったと思う。めっちゃ安心しちゃった。なんかよくないな。気が抜けちゃったよ。いやダメだ。でも翔太君もすぐスイッチパチンだ。切れる。大丈夫です。一回言った。理由は違うじゃん。このオーディションにかける思いはきっとそれぞれあって、イコールは1個じゃん。デビューしたいっていう。そこがちゃんと強くあればきっと5人いいパフォーマンスできると思うから。大輝がやっぱ一番自主したくなっちゃって、人の話聞かずにすぐ行っちゃったりとかもまだあるから。大輝は言われた通りのその周りを見ることをとにかく残りの2日間は結構しっかりやってた方がいいかもしれない。意識して、それはパフォーマンスにも出てくるから。他の子に言われたのが、その見た時にめっちゃ良かったよって言われたんだけど、めっちゃ良かったよの次になんか子供と大人がなんか仲良くやっている感があるって思われちゃったんだ。でそうやって見えちゃってるっていうことはやっぱその大人とその翔太君と大輝瑠衣の間にやっぱ何かしらの差があってそう見えちゃってるわけだから。13歳なんだから、年齢が13歳なのは事実なのね。でそんな中で2人がめちゃくちゃ頑張ってるのって超事実なの。超すごいの。でそれプロフェッショナルで同じ目線だけど、13歳で頑張ってるっていうのは俺らからして超半端ないのね。俺らじゃ絶対できない。俺が13歳だった頃は絶対できなかったし、超すごいことしてんだよ。だってさ、お母さんいないところで7日間も生活してんだよ。締めるとこ締めつつみんなが楽しんでほしいのが一番だし、リーダーとしては絶対5人で次の審査進みたいんで、そのきっかけになればなって感じですかね。今のがいいきっかけだったらすごい嬉しいです。手書いてないよ。指先がめちゃくちゃ綺麗。その代わりに体が動きづらいところがあるから、だからまあ大輝はそういうところ一発で自分かっこいいと思うところにつけるから。あ、めっちゃいい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 。エロい。いけるわ。いけるわ。負けて。あ、いやかなり声作ったそれ。これいいかも。あ、5、6、7、8。ガセがプロ前朝の爽快感。笑顔で泣くだ将来感。ここってみんなここ手を入れてますよ。足入れてる。りーちゃんここ足もう少し。うわ、ナイス。ナイス。ごめん、ありがとう。ナイス。はい。大丈夫。ちょっとその隙間立っちゃう。その後一回。その後一回。僕振りが覚えるとか以外で、全体的に俺こうした方がいいとかありますか？今見えるここだと目線なんだよね。目線に余裕が若干ないから。そうなんだね。なんか自信なさげにやることが割と多いのかな。目線のなんかどこ見ればいいか正直わかんないんだよね。それが多分で基本はこの自分の目線のちょっと上に。あとルイはそこがうまい。その目を外すとこ、それはルイに聞いた方がいいかもな。あ、オッケー。目線の外し方、ルイは狙ってやってるから多分。僕自然なんです。自然なの？まあまあ自然です。すげえな。多分ね、ルイ無理に大声出さなくてもマイクに乗る声だから出しやすいところでいいとは思う。
翔太君から教えてもらったんですけど、例えばルイはマイクの乗り方とか声質とか歌の切り方とかがすごい綺麗だから、そこがいいよって言って、それありがとうございますって翔太君にもすごい感謝しています。あと俊斗君とか大輝もですし、レイちゃんとかもすごいアドバイスくださって、僕も恩返しできたらなと思って。今夜このイベントで抜け駆け先駆けオンラインでご覧いただきます。ではどうぞ。J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT100 フェスティバル、最初に登場するのはこの人です。スカイハイです。どうぞよろしく。罪深いやアンダーリーダーでゴジラ壊すバリア、モーゼドンキョーテキングリア、なんだって構わない俺は俺だ、空の上や海の下は手が届かないと誰が決めた。 Sky's the limit, sky's the limit, sky's the limit。 やばいって。 Oh yeah、 かかってこい、逃げも隠れもしないぜボイ、圧倒的てなこういうもん、空より高く飛べ簡単でしょう、尻尾巻くかなら下がってろ、最高が何か証明しよう、 Everybody この世界を遊び。ラップやり始めて今までなかった観点でちょっと見れてライブを、それにスカイハイさんっていうこともあってものすごい表現力で、この先アーティストとしてやっていくにあたって僕もなんかもっと未知の世界で新しい発見をしていきたいなっていうふうに心から思いました。360度どこから映ってもかっこいいんだなっていうのは平子さんのライブを見て感じましたね。やっぱ平子さんのしてるポーズは基本的にどっから見てもちゃんと自分がこうかっこよく見える、こう上から見ても下から見ても上から見てもなるようにちゃんと顔の角度とかも考えられてて、やっぱプロとしての威厳を見せていただいてすごく勉強になりましたね。ごめんなさい、でもやばいってな、ただ思い出して根っこに持っとくものは愛。めっちゃやばかった。盗むとこばっかでした。角度とかそうマジさ、座り込んだめっちゃかっこよかった。めちゃくちゃ上手。これもよかった。これ服使ってんのすごい面白かった。こう出してみたり、こうしかも声のレパートリーめっちゃ多かった。ガヤとか。そうだったね。映り方が全部美しかったんで、そういうところとか見てるとまだまだステージングで足りてないなって思わせるところ。ああ。チームなので指摘し合って、否定は何も生まないんで、相手のやってるのを褒め合って、否定というか注意、そこをもうちょっと超えた方がいいよとか、いいチームにできたらいいと思っています。はい、明日も頑張ります。ありがとうございました。さら